はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、油絵を描いた後の筆の洗い方について、ご説明しようと思います。ですね、ちょっと今日は生徒さんに筆をお借りして、今ちょうど描き終わったところだということで4本洗っていこうかなと思います。まず最初はですね、いらないウエスというかボロ布で筆についた絵の具を極力こうやって拭き取るようにしましょう。できるだけ取って、絵の具、筆洗機で最初洗うんですけれども、筆洗機が汚れないように、最初はこういうウエスで持って、筆を傷めないように絵の具の部分をしっかりと拭き取っていきます。その際ですね、絵の部分についた絵の具とかも一緒に拭き取っていった方がいいと思います。例えば、これちょっと見えますかね、この金属部分にちょっと絵の具ついてますよね。こういったのもこの段階でなるべくこう拭き取るようにしてきれいにしておきましょう。はい、ざっとですけれどもこんな感じになりました。では次に筆洗機で、これ密閉式の蓋がついている筆洗機ですけれども、筆洗油でまずは洗っていきます。はい、見えますでしょうか。筆洗油っていうのは、この筆洗機っていうのは、中にこういう網みたいなのが入ってまして、ここにこすりつけるように筆先をですねこすりつけるような感じで洗っていきます。こっち向けた方がいいか。すりつけるように洗って、最後ここで油分を筆洗油の油分をこう落とすというかね、こんな感じで筆洗機で洗ったら、やっぱりウエスで拭き取ります。だいたい綺麗になりましたね。こんな感じ、液体が透明な感じに見えてますよね。はい、どんどんいきましょう。筆洗油で持って、網にすりつけるようにして筆を洗っていきます。洗い終わったらウエスで持って油分を取っていきます。今2本豚毛だったんですけれども、柔らかい毛、例えばイタチとかテンとかタヌキの毛も同じように、毛先をあまり傷めないようにですね、柔らかく丁寧に洗ってあげましょう。はい、こんな感じです。最後ちょっと大きな筆ですね。はい、こんな感じでいいでしょうか。はい、いいですね。はい、でこんな風に、できるだけ油分を取っておいて、これで一旦筆洗油、筆洗機の役割は終了。周りをよく拭いて一段落ですね。でうちのアトリエの場合はですね、ここまでアトリエで筆洗機で洗ってもらって、あとはお家へ帰ってからゆっくりと石鹸で洗ってもらってるんですけれども、今回はその石鹸での洗い方も、続けてやっていこうと思います。はい、手を使います。はい、水で濡らして石鹸を手に取って石鹸を筆によくすりつけます。このくらいの感じですかね。こんな感じ。はい、一度にやってみますね。石鹸を濡らして筆先に石鹸分をつけます。柔らかい筆はちょっと丁寧に、あまり筆先傷まないようにつけます。大きな筆はたっぷりと石鹸をつけてあげます。この時に油分が残っていると結構泡立ちにくいので、先ほどのウエスで油分を取るっていう工程をですねちゃんとやっといた方がいいでしょう。はい、一旦水を止めて石鹸つけ終わりました。次はですね、手のひらに筆をこすりつけるように、こんな風にですね
こんな風に回すようにして、もしくは横にこすりつけるようにして、よく泡立てた石鹸分で筆を洗っていきます。筆洗機でだいぶ綺麗になったなと思っていても、こうやって石鹸をつけてみると結構色水出てくるんですよね。見えますかね、こんな感じで。なかなか1回のこの石鹸洗いで綺麗にならないこともあります。そういう場合は2度洗いをします。よく泡立てて、根元の部分、この部分に結構カスがたまりやすいので、爪でしごくようにして手のひらで丁寧に洗っていきます。はい、だいぶいろんなカスと色水というかね、出てきたかなと思います。とりあえず1回目はこんな感じですね。次の筆いってみましょう。こんな風にこすりつけながらよく絵の部分を押し出していきます。爪でこの根元の部分をね、ちょっと描くようにしてみたりしながらよく押し出していきます。こんな感じですかね。こんな感じ。はい、柔らかい筆もいってみましょう。これは比較的丁寧に、あまり無理すると毛先がね傷んじゃうのでね、丁寧に洗ってあげましょう。はい、で最後でかい筆、これは結構ね多めに石鹸含ましているので、こんな感じですかね。しっかりと泡立てて根元の部分から、でもこれ結構そこまでは汚れてないかな。はい、毛先がね柔らかい、これはナイロンですかね、柔らかい毛なので傷まないように丁寧に洗っていきます。はい、こんな感じで洗ったら水で流していきます。はい、見えますかね。手のひらでしごくようにして石鹸分をきれいに落としていきます。はい、次いきます。こんな感じですね。さてどうでしょう、綺麗になったでしょうか。で今回はですね、本当に綺麗になったかどうか、もう一回石鹸つけて見てみましょう。これまだもうちょっと色水出てきそうな感じがしますね。はい、先ほどと一緒で石鹸をよくすり込んで手のひらで回すようにして洗っていきます。はい、どうでしょう。結構出てきますね。こんな風に、色水が出てくる間は、2度洗いするようにしましょう。慣れてくるとだいたい2回くらいまでで色水出なくなると思います。根元の部分にどうしても、油分残りやすいので、そこを特に気をつけてしっかりとすり込んでください。こうやってね、爪で根元の部分から絵の具のカスを追い出すようにして丁寧に洗っていきましょう。あとですね、これ元は白い豚毛なんですけれども、絵の具の種類によっては結構染料系の絵の具なんかで、筆の毛の色がですね染まっちゃうやつも時々あります。特にこのシアン系っていうかね、青い染料系の絵の具なんかは、青緑系は染まりやすい色とか、あと赤系でもありますので、染まっちゃってもそこまで気にしすぎなくてもいいと思います。色水が出てこなくなれば OK です。はい、流してみましょう。はい、こんな感じですかね。
これで綺麗になったと思います。ちょっと色で染まってますけれども、色水はもう出てこないんじゃないでしょうか。試しにもう一回石鹸つけてみますね。ダメ出しで。はい、よくすり込んでこんな感じですね。さあどうでしょう。はい、見えますかね。もうほとんど、透明っていうかね、白い感じで、筆先は緑色してますけれども、色水はもうほとんど出てきてないです。はい、こうなれば OK ですね。はい、綺麗になりました。こんな感じで、油絵の具を使った後の筆は筆洗機で洗っただけではどうしてもね、色水が残ってます。というわけで、筆洗機で洗った後は石鹸できれいに洗うようにしましょう。そうすると色水も出なくなって次回絵の具を使う時に気分よく使えますので、はい、こんな感じですね。はい、他の筆も拭いて水気を取って完了と。はい、以上で今日は筆の洗い方をご説明しました。それではまた。